アニョンパクンです。こちらに、Y さんという方を招待しているんですけれども、Y さんは朝鮮小学校、中学校、高校、大学、10年間にわたり朝鮮学校を卒業されています。Y さんの経験を聞いていきたいと思います。そしたら Y さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。一つ目の質問として、朝鮮学校ってそもそも何を学ぶ学校なのか。日本語学校とそこまで変わらないと思うんですけど、違いで言うと、国語は、韓国語ですし、それ以外に日本語っていう科目があります。で、歴史も朝鮮歴史っていうのと日本歴史っていうので分かれてるっていうのが、日本学校との違いかなと思いますね。それ以外だと、英語とか科学とかは、日本と一緒って感じですか？一緒ですね。行事とかはだいぶ一般の学校とは違うような気もするんですけれども。そうですね。例えば、大学生の時だったら、全生徒が月に1回集まって、総連の方が来て話をするみたいな、そういう会だとかはありましたね。運動会も方針が結構独特やったりとか、軍隊式というか、どのような内容があったんですか？活動報告みたいな感じなんですけど、月ごとに何が行われたとか、高校無償化のアンケート、署名活動とかをもっと力入れていこうとか、どこに向かってやっていかないといけないとか、そういう報告を、総連の偉い方が来て、話を前でされて、それに対して、朝鮮大学の代表みたいな学生が、私たちこうしていきますみたいな、そういう話をしたりとかっていう会ですね。次の質問いきたいんですけども、総連の方が来て話はあると思うんですが、別に関わらなくても良いイメージですか？そうですね。それこそほんまに会議で寝てる学生もいましたし、どこに別に行かないっていうのもありやし、その自由はありましたね。例えばその総連系の活動に興味がある、参加したいっていうような方々の、割合は何パーぐらいですか？でもめちゃめちゃ積極的にしてた学生で言ったら、ほんまに1割あるかないかぐらいですね。じゃあほとんどの人はなんか喋ってるなぐらいのイメージで聞いてる。そうですね。ありがとうございます。朝鮮学校、思想の自由はありますか？全然自由ですね。強制はないんですよね。一人はみんなのために、みんなは一人のためにみたいな文字っていうのは後ろに書いてるんですけど、それを押し付けられる、それをしなかったら罰だみたいなのは全くないんで、自由は自由ですね。それをどう受け入れるかはあなたの自由みたいな。そうですね。だとしたら、北朝鮮の政治活動とか、主義に対しても、賛成する方もいれば反対する方もいるような気がしていて、反対するような方々も自由に活動しても良いイメージでしたか？反対活動まではしてないと思うんですけど、どう思うかとかどう話すか。僕らの時って小学校の時にテポドンが発射されたんですよね、北朝鮮から。だからそれですごい怖い思いを子供の時にしたんで、もう子供ながらに僕らを日本におるって分かってるのに、テポドンを撃ってくるのっていう感じもあったんで、僕はどっちかと言ったら、何をしてくれてんねんって思ってたんで、それで反対活動までは誰もやってなかったんですけど、それを言ったりとか先生に聞いたりとかとは自由でしたね。でその時、学校からの説明はどのようなイメージでしたか？ただただ事実を伝えられるミサイルを撃ちました。朝鮮学校に対して、嫌がらせ、周囲の地域の方とかから、すごい電話がかかってきたりとか、脅しの電話とか、猫の死体が送られてきてるとか、そういうのがすごいあったらしいんですけど、そのミサイル問題があってから、集団で登下校するようになったりとか、そういうのがあったんで、朝鮮に対してその時はすごい嫌でしたね。朝鮮学校に通っていても、全員が北朝鮮好きとか、北朝鮮が好きだから通ってるわけではないんですね。北朝鮮大好きが逆にいないんじゃないかなと思うんですけど、僕らの代で言うと、僕らの親とかおじいちゃん世代っていうのはあったはずなんですけど、どんどんやっぱ代が変わっていく中で、時代も変わっていきますんで、それでどんどん捉え方とか考え方も変わってきてるんだなっていうのはありますね。ありがとうございます。で、次の質問はですね、日本についてどう教えられたのか。当時で言うと、事実を伝えてくれてたんだなと思うんですけど、朝鮮歴史とかを教える際に、日本が攻めてきたとか、そういう話を聞いてたんで、もう子供ながらに率直に、日本ってじゃあ悪い国なのっていう捉え方がするような教育、教え方、伝え方っていう感じだと思いますね。アメリカと日本は悪い国みたいな。そこが強調された教育はされてたんだなって思いますね。それは周りの人たちも似たようなことを感じてた学生は多かったですか？多かったと思います。やっぱ教育を受けるのって、僕3世なんで、2世、1世の方から教育を受けるんで、1世の人らが、例えば嫌がらせをされた過去がある。それを、やっぱ、この3世に対して教えてくれるんですよ。昔こんなんされてんとか、差別をされたと、自分の親
とか親戚が嫌がらせをされてるってなったら、こうムカついてくるというか、敵に見えてくるっていうところがあって、特にスポーツとかでも、僕ボクシングずっとやってたんですけど、日本学校に絶対負けたらあかんみたいな、絶対勝つぞみたいな。振り返ってみたらそれなんでなんみたいなのがあったんですけど、監督も結構な方だったんで、日本人相手にこんな負け方したらあかんぞみたいな、そういうのがあったんで、理由がなかったですよ。この日本がこうしたから、スポーツでも絶対負けたらあかんとか、そういうのがなく、とにかく日本敵みたいな、アメリカ敵みたいなのは思ってましたし、僕自身もそこをこう、熱に変えてスポーツに励んだりもしてたんで、でも社会人になって振り返ってみたら、すごい偏ってる教育だったなっていうのは思いますね。なんか教育受けたのと実際嫌いになるのは別かなと思っていて、卒業される頃、周りを見てみたら、日本が好きじゃない人の方が多かったのか、日本が好きな人の方が多かったので言うと。そもそも卒業するまで日本社会と交じる機会っていうのがないんですね。だから、隣にいてる日本人がいい人なのか悪い人なのかっていうのが知る由がないというか、それはそれぞれ個人の意見やと思うんですけど、僕は過去のことであるし、日本人だからどうこうみたいな感じの思考は全然ないんで、だから僕らの同級生36歳になってますけど、全員ないですね。日本人がどうこうとか、アメリカどうこうとか、そういうのは言ってないんで。僕らの親世代とか、50代、60代以上の在日の世代はまだ言ってる、たまに言ってるっていうのはあるんで、世代によってもギャップがあるんですね。だいぶありますね。次の質問ですが、じゃあ韓国と北朝鮮の関係についてはどう教育されているのか気になりました。例えば韓国で言うと、韓国という国が朝鮮の皇族ですが、それを北朝鮮が不法占拠しているみたいな形の教育なんですね。そう、なかったと思う。朝鮮戦争のところの教育はどんな感じでしたか？朝鮮戦争のところは、学生の時の認識で言うと、まだ戦争は終わってない、休戦状態だ、みたいな。そういう話は聞いてましたけど、そんなに、はい、覚えてないです。ごめんなさい。じゃあ別に雰囲気として韓国は悪い国だっていう雰囲気はなかったような。アメリカ寄りだみたいな、そういう教育はあったと思いますね。統一って、母国統一っていうのをずっと言ってたんで、別に韓国人が悪い、韓国が悪いとか、そういう認識はない。むしろ、朝鮮学って特に場所で言ったら韓国に値する場所の出身が多いんですよ。チェジュ島とか、プサンとかが多いんで、だから特になかったんじゃないですかね。むしろ分からないみたいな。私の母国どっちなのみたいな。学校、ソ連やから北朝鮮。だけど、場所で言ったら韓国よねみたいな。じゃあ、どっちなのみたいな。じゃあ、いわゆる総連系の方々とか、在日一世二世とかの方々も、別にその韓国と戦おうぜみたいな雰囲気はそこまでなかった。これは全然なかったと思いますよね。むしろ統一して離れ離れになっちゃってるこの親戚が会える日を楽しみにしてるとか。で、最後の質問ですが、Y さんにとって、日本、韓国、北朝鮮ってどういう視線で見てるのか。ずっと考えてたことがあるんですけど、その時に思ったのも、日本っていうのは自分が生まれて育った国ですし、この国から助けられてるとかっていうのも本心では思ってます。北朝鮮は2回、修学旅行で行くんですけど、修学旅行とボクシングの強化合宿で行ったんですけど、北朝鮮、なんなんですかね。僕は、故郷は北朝鮮の方なんですけど、ふるさとに一回行ってみたいなっていうのはあるんですけど、外交問題とかもありますし、難しいんかな、みたいな思っていて、あんまりだから北朝鮮に対しての帰りたいっていうのはもちろんないですし、愛着っていうのもどん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 こう、日本に過ごすにつれて、薄まってきてるって感じです。で、韓国っていうのと、旅行でね、行ってグルメ回りしたりとか、ショッピングしたりとか、いい国というか、思想がどうこうとかそういうのも気にせず、僕自身は考えてますね。でもあれはありますね。その自分のルーツがある国っていうのは北朝鮮、韓国に対しては思ってるんで。じゃあ、あなたの母国はどこですかって言われたら何と答えますか？それは北朝鮮、韓国になる前の朝鮮っていうのがあって、で、今で言うと、場所的に言うと北朝鮮になります、みたいな。存在しない国が母国っていう形になってる。実際そうだと思うんですよね。旧朝鮮的な。そうですね。はい、っていうところで、Y さん個人のケース、感想というものなので、敏感なテーマだったんですけども、協力していただいてありがとうございました。次のテーマではですね、朝鮮学校を卒業すると、どういった人生になるのか聞いていきたいと思います。本日の動画は以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。